敵な機会をありがとうございます。ナマオンビシュヌパダヤクリシュナプレスタヤブタレシリマテバクティベダンダスワミイティナミネナマステサラスバテデベコラパニプラチャリネニルビシェシャシュニャバティパスチャチャデシャタリネジャヤシリクリシュナチャイタンニャプラブニチャナンダシリヤドバイタガダダラシリバサリゴーラバクタブリンダハレクリシュナハレクリシュナクリシュナクリシュナハレハレハレラマハレラマラマラマハレハレハレクリシュナハレクリシュナクリシュナクリシュナハレハレハレラマハレラマラマラマハレハレハレクリシュナハレクリシュナクリシュナクリシュナハレハレハレラマハレラマラマラマハレハレハレクリシュナハレクリシュナクリシュナクリシュナハレハレハレラマハレラマラマラマハレハレハレクリシュナハレクリシュナクリシュナクリシュナハレハレハレラマハレラマラマラマハレハレハレクリシュナハレクリシュナクリシュナクリシュナハレハレハレラマハレラマラマラマハレハレハレクリシュナハレクリシュナクリシュナクリシュナハレハレハレラマハレラマラマラマハレハレジャヤラダマダバラダマダ
Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Nittai Gaura Haribo, 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 Nittai Gaura Haribo. Arigatou gozaimasu. ありがとうございま Oh, す。 is that a little girl or a little boy there with you? 一緒にいるのはお子さん、男の子。女の子です。 Oh, あー konnichiwa. こんにちは。こんにちは。 So, お名前はお名前は恥ずかしい。で 4 す。 歳、4歳、5歳ぐらい？何歳ですか？ 4歳。ああ、4歳。はじめまして。Well, welcome everyone to our Bhagavad-Gita class. バガバドギータクラスに皆さんようこそ。 Although today we're going to talk about our remembrances of prasadam, maybe our first impressions. でも今日は、プラサーダムのね、思い出というか、プラサーダム談話というか、 Yeah, there's no parameters, anything to do with prasadam you can talk about. もう制限ないですからね、プラサーダムに関したことだったら何でもいいですね。で最初にその食べた時の感想とか、何でもいいですね。 Because last week we read the verse from Bhagavad-Gita that talks about prasadam. というのは、この前のクラスで、バガバドギータのクラスでね、プラサーダムのお話をしましたので、 Which was 3:14, I think it was. で3章の14節だったと思いますね。 Let me look at it real quick. You want to get your Bhagavad-Gita 3:14? Yeah, Krishna says all living bodies subsist on food grains, which are produced from rains. And rains are produced by performance of yajna, sacrifice, and yajna is born of prescribed duties. で第3章の14節のところに、生きとし生けるものは穀物によって生き、その穀物は雨あってこそ生じる。雨はヤギャ供養によって降り、ヤギャは義務の履行によって可能となる。 In other words, we survive on, all living beings survive on food grains. というのはすべての生命体はやっぱり穀物でもって食べて生きているということですね。 And food grains are created by God. で、その穀物というのは神によって作られたものだ。 And previously, Krishna said that one who eats, food grains or eats anything but doesn't offer it or show gratitude to God, then acknowledging his dependence upon God, he's like a thief. He takes something. でこの前の方の説でね、その食べ物をいただいて、でクリシュナに捧げない、そしてクリシュナに感謝しないで、その食べ物をただただ食べる人というのは、その盗人のようなものだというふうにも言ってましたね。 On the other hand, one who offers his food to God before he eats it becomes relieved of all sinful reactions. しかし一方、その食べ物をまずその神様に捧げてそれをいただく。そういった人は、あらゆる罪深い活動の反動から自由になるというふうにも言われています。 So that's how the topic of prasadam came up in our Bhagavad-Gita discussions. そしてそのバガバダギータの、議論をしているうちにプラサーダムのお話が出てきたわけですね。 And of course, prasadam is a very important part of bhakti yoga. でもちろんね、そのバクティヨガの中ではプラサーダムというのは非常に大きな位置を占めています。
So I'll open it up to whoever wants to talk. で、何かプサーダムのことでお話ししたい人があったらどうぞ。I think you should talk the prasadam with the Prabhupada. That'd be a nice start. Which one? Huh? The Prabhupada was watching a devotee taking prasadam in Shibuya. Where's the thing? めちゃ聞きたいです。Well, I don't want to hog up the show. 一人舞台になり、危ない。一人舞台になりたくないからね。でもあれはとってもいい話でね、もう涙が出るくらいの話ですよ。じゃあ最後がいいですかね。いや、最後がいいんじゃない？そうですよね。じゃあ、では振っていきますのか。あゆみちゃんとかこの最近プラサーダムの素敵なお話があったので、そのお話とかいかがでしょうか。旦那さんが変わったお話とか。はい、ハレークリシュナ、あゆみです。よろしくお願いします。はい。お願いします。そう、今、カエラバさんとよしみさんがいらっしゃる、一緒の時にちょっとシェアさせていただいたお話なんですけど、どっから話そうかな。そう、夫が、そう変わってきましたっていう話なんですけど、そうですね。だから最近、夫が、なんか山をこう見て、なんか私たちとなんかちょっと旅に行った時に、旅行に行った時に、なんか山きれいだねみたいなことを言ったら、いきなりなんか山に向かってありがとうハレークリシュナーっていきなり叫び出したりとか、なんかしだして、どうしたってちょっとこっちが思ったりとか、あとはなんか彼はお肉も大好きだし、お肉を食べないと、お肉食べないと力出ないって言ってお母さんにもずっと言われて育ってきたんで、お肉なきゃちょっと無理みたいな感じなんですけど、うちでプラサーダムを作って出すんですけど、その時にやっぱり大豆ミートで出してるやつとかは結構みたいな、ちょっととか結構言われてて、なんかそう結構言われてて、これはなって感じだったんですけど、なんか最近、いやもうひき肉はね大豆ミートでもねいいねみたいな感じになってきたんですね。で、なんかちょっと変わってきたなって思ったりはしてたんですけど、なんだ、ちょっと話す順番がちょっとあれになっちゃったんですけど、すいません、ちょっと緊張して。で、そうなんです。それで、なんだろう。そうで、夫は肉も食べるしっていう感じなんですけど、そんな感じになってて、それで、なんかの話の時とかに、いや、お肉を、お肉なんかの話の時に、なんだ。すいません、ちょっと待ってね。すごい緊張して。そう、夫が木を切っていたんです。木を切って、で、最初はブドウの木を切って、その時はなんか、いろいろガシガシ、なんか切ってたんですけど、なんか他の植木を切ろうと、なんか思った時に、その木が芽吹いてたんですって。で、
この芽が出てて、もうすぐつぼみになってて、この花が咲くだろうなっていう感じの芽吹きを見たときに、なんか俺はもうそれを見て切れなかったって言ってたんですね。もう切れない人間になってしまったんだみたいな話をしていて、前だったら全然なんかこう気にせず、もうガシガシこう切って、はい邪魔邪魔みたいな感じでやっぱ切ってたんだけど、芽吹いてて切れなくなってたって。で、今はその植物と動物の命のこの違いなんで、動物は食べないってなってるのに、じゃあ植物も命があるのになんで食べるのかっていうところの理解がやっぱり できないというか、そこがなんか違うっていうのがなんか理解まだしようとしたくないから、そこは置いといて、まだ肉は食べるけど、でもやっぱりその命っていうところがある、だからやっぱり切れないとか、なんかそういう風になんかなっているんだよみたいな話をなんかが突然やっぱ出てきたんですね。でそれを聞いた時にやっていたことというか、思い出されることっていうのは、家でやっぱりプラサーダムをこっそり作って渡したりとか、あとはちょうど1年前はもう肉出さないんだったら食べないって言って、ご飯も別々だったんですよ。もう夫婦の中もパーンってなって、ご飯が別々で一緒には食べてなかった感じだったんですけど、その間に他のケンシランの方が作ってくれたプラサーダムとかを何も言わずに、これもらったから食べなとか、家でもちょっとフルーツとか捧げたものとか、これいいよ食べなみたいな感じでちょっとずつなんかプラサーダムこう自然と食べてもらうみたいな感じで、ご飯とかちょっと渡す時も、クリシュナに直接捧げたものをこっそりもう旦那のとこにとにかく一番入れてそれを食べてもらうみたいな、なんか感じにしてたことなのかなと思って、だからやっぱりそれはプラサーダムをちょっとずつ彼が食べてたことによってそういう思いがなんか生まれてきたっていうのがなんかあるのかなっていうのを彼の発言とかを聞いてなんか思ったので、そうプラサーダム音を通してプラサーダムでなんか本当すごいなっていうのを思いました。すいません、ちょっとなんか全然喋れなくてごめんなさい。緊張しちゃった。Yay. I'm gonna have to translate a little for. Hi, Mohan. Yeah. What she said, her husband, her husband still eat meat, so she still have to cook for him and stuff. But about a year before, she started to give him little prasadam, maybe not knowingly, but she would mix some prasadam with the regular food, Mm-hmm. and then he would eat here and there, little prasadam, and then so compared to the year before, he has become much more sensitive about living things. So before, if he has to prune the trees and stuff, he'll just prune the trees. But now he pruned. One day he was pruning a tree, and he saw one tree that was just a little budding coming, and then I guess he felt like, oh, this is living, it's coming, it's a life that's coming, and he couldn't cut it. And stuff like that. Or they went to somewhere and then saw this mountain, and then really awesome mountain, and then he said something like, oh, Hare Krishna, So here and there, little by little, he has changed. She thinks that's because of the power of prasadam that had some effect on him gradually.
even not knowing the taking prasadam. Mm. Yeah. Oh, wonderful. Subarashi desu. Yeah, so the effect of prasadam is higher consciousness. だからプラサーダムの影響っていうのはその意識がねより高まること。And I think I've told you before that there's a prayer that there's a verse from Prabhupada, there's a verse from Bhagavad-Gita that Prabhupada would often chant before he took prasadam that describes the benefits of prasadam. で、前にも言ったと思いますけれども、このバガバダギーターのその説の中でね、そのプラサーダムをいただく前に、プラバパートがよく唱えた説っていうのがあるんですね。で、その説の中には、そのプラサーダムを食べたらどんないいことがあるかっていうことが書かれている説ですね。Yeah, if you just look at the translation, you might not catch it, but if you look at the Sanskrit word for word, it becomes very clear. その翻訳を読んだだけではよくわからないかもしれませんけれども、サンスクリットの言葉の訳を読むとね、もっとよくわかると思います。So it's Bhagavad-Gita chapter 2, verse 65. 2章の65節にそれが書かれてますね。And so the verse is prasade. It begins with the word prasadam. で、65? Yeah. そうそう、65節。プラサーデっていう言葉からね、書かれてます。Prasade sarva dukanam hanir yasha prajayate prasana chetaso nyasu buddhiparya vasishyate. That when you take prasadam, there are three results. で、その、プラサーダムを食べると、3つのことがなくなると。Three effects. 3つのその効果があると。Or three benefits. 3つのいいことがあると。Yeah, so first is you gradually become free of all anxiety, all suffering. で、一つはその苦しみから、すべてのあらゆる苦しみから、だんだんとその苦しみがなくなるようになる。Yeah, sarva dukkhanam. Dukkha means suffering. サルバドゥカナン、ドゥカっていうのは苦しみという意味ですね。Yeah, so all sarva means all. サルバというのはすべてのという意味。Prasade sarva dukkhanam hanir yasha prajayate. That within you become satisfied and joyful. そして自分の心の中が満たされて喜びにあふれてくる。That's called prasana. それがプラサナという言葉に出てます。Prasade sarva dukkhanam hanir yasha prajayate prasana chetaso nyasu buddhiparya vasishyate. And you get spiritual awareness or spiritual intelligence. そしてそれからその精神的な知性というものが出てくる。That you can learn, you can begin to distinguish between what's real and what's not. で、その本当のものとは何なのか、そうでないものとは一体何なのかということが区別できるようになってくる。Or like in your husband's case, you become more aware or more sensitive to life. で、その例えば旦那さんのようにね、その命というものに対してもっとこう敏感になってきた。Yeah, so you reduces your suffering, increases your inner happiness, and gives you spiritual intelligence. で、苦しみを減らしてくれて、そして、心の中が満たされてきて、そして、知性、精神的な知性がもらえる。その3つの効果があります。That would include even becoming interested in spiritual life. で、それはその精神生活に興味を持つということも含まれますね。Yeah, so we see that in many cases with people. They first take prasadam because they just like the taste. でもいろんな人もね、そういう例を見せてくれた人、いろんな人知ってますけれどもね、最初はプラサダムが美味しいから食べるっていう人がたくさんいましたね。Yeah, maybe no spiritual interest. で、その最初に食べた時には、その精神的なものに何の興味もなかったかもしれない。But over time, sometimes over years and years, でも時を経てね、もう何年も食べ続けて食べるためだけに来てる人もいましたよね。yeah.
they become interested. そうすると、その精神生活そのものに興味が湧いてきたりした人もいた。Yeah. And before they read Bhagavad-Gita, but no interest, couldn't understand it. で、前にはね、バガバッドギターを読んでも理解もできなかったし、全然興味もなかった人が、But then gradually they're interested and they can also だ understand. んだんとそれが理解できるようになって、少しずつ興味を持つようになってきた。Yeah. So prasada means mercy. プラサーダムという意味は慈悲という意味ですね。Yeah. So God's mercy. だから神様の慈悲です。Anyway, I don't want to talk too much. I want to hear you guys. そう。私がどんどん話すよりも皆さんの話聞きたいですね。では誰かプラスアダムのお話ぜひシェアしたいという方いらっしゃいませんか？マンジャーリちゃんいかがですか？そうですね。プラスアダムのお話、最近だと月に1回、ヤムナさんとマドさんが鎌倉から千葉の奥地までイベント、ワークショップをしてくれるんですね。で、鎌倉から車にプラスアダムをいっぱい積んで、ヨガスタジオに来てくれるんですね。一回ここでやめた方がいいですか？言って大丈夫ですか？はい。で、本当にこっそりこうほんわかしたサンガなんですけど、その中でオンラインで、講座に出てくれている方が、ヘーマスンダリさんの生徒さんでいて、で、何度もバカバットギータの講座に来ては離れてっていうのを繰り返したんですけど、今年ね入ってかな、去年の暮れぐらいからバカバットギータに興味を持つようになって、ここ3年ぐらい行ったり来たりしていた方が、ようやくこうバカバットギータの講座を面白いと思ってもらって、で、今、ネクター・オブ・ディボーションの講座に参加されたんですけど、1回目にチーンってなっちゃったんですよ。で、私は皆さんのように学べませんって、皆さんのやっぱ熱がすごいから、なんか私はちょっと続けられる自信がありませんと、1回目の講座でちょっとしょぼんとしちゃったんですけど、だけど次、なんか主婦の方なんですけど、朝から何もできないってヘーマスンダリさんに LINE をしたらしいんですけど、その月に1回千葉の奥でやってるサンガには申し込んでる自分がいて、やりたくないのにやっちゃう、やりたくないのにやっちゃうみたいな、なんかもうなんか皆さんのように生きれないけど、でもサンガに行きたいみたいな感じで、なんかでもプラスアダム食べたいし、マズさんとヤムナさんに会いたいしみたいな、これどうしたらいいですかみたいなのをずっと繰り返して、重たい腰を上げてサンガに来てくれたんですけど、結局楽しかったって言って、そのままネクター・オブ・ディボーションの講座もすんなり受けていて、だからなんか本当に何ですかね、知識として入れるのではなく、献身者との交際とか、やっぱそのプラスアダムとか、そういう献身者の慈悲でこういうふうに学びも含めて自分がこう変わっていくで、頭とかエゴはやっぱ抵抗するんだけど、魂はもう本当に惹かれているっていうのを一緒に学ぶ人から見せてもらえているので、ここ最近一番の出来事はその方の体験でした。So the Madhu and Yamuna have Sangha somewhere in Chiba, and then they usually bring prasadam. Speak loud into the camera because she's listening. Okay. So they usually bring prasadam, and then there's one devotee who she's been coming to the Gita class and then not coming, not coming. She was going back and forth, but she finally kind of stayed and then started having a little bit interest in studying Bhagavad-Gita. But then one day, the Bhagavad-Gita classes has finished, and then they're starting the Nectar of Devotion. And she came to that class one time. She said, "Oh no, I can't do this. Everybody's so into it, and they're doing so well, and I can't do it." So in her head, that she feels like, I can't do it. I don't want to do it, But then she finds herself somehow. She's like saying, "Well, I have to go because I want to see Madhu and I want to see Yamuna and I like to take prasadam." So she goes there, and then she actually found herself actually
applying for the course of Nectar of Devotion. And she, once she goes there, she has a really good time. And so because of the mercy of the devotees, the mercy of Prasadam, she has unknowingly even, or not even being conscious of what she's really want to do or not want to do, but she's somehow she's attracted, and then she's becoming more and more attracted to Krishna that way. Oh. There you go. There's the proof. ね、証明されましたね、プラサダムの力が、慈悲の力が。Of course, the devotees, especially Madhu and Jamuna, they're so fun to be with. もちろんね、マズさんとか山名さんっていうのはもう一緒にいてすごく楽しいし、Yeah. I love hanging out with them. 私も彼らと一緒にいるの大好きですからね。まゆちゃんは今話せない感じですかね。聞いてるだけかな。ありがとうございます。ちょっと戻りますね。ちょっと犬が大丈夫。悪くて、今外に出てたんですけど、ちょっと戻ります。私、プラサーダムの話、そんな皆さんみたいないい話がないけど、すごいなと思いながら聞いてました。ちょっと待ってください。でも、周りの人にできる一番いいことがプラサーダムを作ってこっそり食べさせることだっていうのだけはいつも思ってて、でそれをうち一緒にお野菜作りに来てくれてる男性2人いるんですね。うちのパートナーの船のクルーだった人なんですけど、一人の人が前職でこの農園をやってたので、すごいもうプロ級に素晴らしい助っ人が野菜作りに遊びに来てくれてて、でその時に私も一緒にお昼を食べるもんだから、その時のお昼ご飯だけは絶対にベジなんですね。で彼らはお肉もお魚もするし、一人の人はすごいお酒を飲むんですよ。で私のところに来なかったら大体お酒飲みに行ってるっていう人なんですけど、うちに日曜日ごとに、去年なんか日曜日ごとにうちに来て一緒に畑作業をして、で私がカレー作ったりしてで出してたら、彼もなんかピザとか作ってきてくれるんですよ。それを私が食べないからって言っても大豆ミートでやったり、卵抜いたりとか、なんかすごいいろいろ気を使って作ってくれるようになって、最初は私が作ったサラダとかカレーとかスープとかお肉入ってないですよって言って出して、すっごい驚いて、美味しい美味しいって言って食べてくれて、でそしたらお肉使わなくてもこんなにいけるんだねって、どうやって作ってるのっていう風になって、でお家でもなんか自分で作るときは大豆ミートを使ってやったりとかやってくれて、でもやっぱり来なくなったんです。最近コロナになっちゃって、であまりにも沖縄でオミクロンが広がったから、ちょっと一旦やめてたんですね。そして近況を聞いたら、もうすっごい飲みに行って、なんかベロンベロンになって家に帰って、ちょっとショートカットしようと思って、回らずに塀を登ったら、塀から落ちたらしくって、顔が傷だらけになったからしばらく行かれませんとか言って。なんかやっぱり、ちょっと全然いい話じゃないんだけど、プラサーダムは捧げてるとか、私がクリシュナを崇拝してるとか、そういうことは一切言ってないんですけど、唯一、できる、ギータ読みませんかとかとても言えないんだけど、周りの人に、できることかなっていつも思ってます。
She always feels like prasadam is like secret weapon, that you don't have to force anybody. You may not be able to ask, chant Hare Krishna or read Bhagavad-Gita, a philosophical discussion, but as far as eating goes, you can always offer and people appreciate it. And she always feel the power of prasadam in that way. And one time she had these people who are helping her making a vegetable garden in her house. So when they come, she makes prasadam, vegetarian prasadam, and then offer it to them, and they really, really enjoy it. And then eventually they said, well, this is so good without meat, how do you make it? What do you use, So she'll teach them. And then, so eventually they become a little bit higher consciousness that way. But then there was a coronavirus thing, and then it was very, Omicron was very pervasive all over the place, so they stopped coming. But so she always strongly feels the power of prasadam is so powerful, and it's so easy to introduce to other people. ね、大体そういうことね。はい。ありがとうございます。Yeah, I mean, because prasadam is prasadam, right? It's transcendental vibration. そう、プラサーダムはプラサーダムよね。慈悲だから、超越的なバイブレーションがあるわけじゃない So ですか。there are many people who don't know it, but what prasadam is, but they become addicted to it. だからプラサーダムって何だって知らない人もたくさんいると思うんですけれども、そのプラサーダムにこう欲しい欲しいっていつも思うようになっちゃう。一回食べたら。Yeah, I saw this so many times, especially at devotee restaurants. There was one in San Francisco, there was one in Hawaii, then Yamuna and Maru had theirs, and Nakano, and they had routine customers that weren't devotees, that didn't know it was prasadam, and you'd ask them, what is it? And they couldn't put their finger on it. They said, I can't get this anywhere else. そう、特にね、ビボディのレストラン、ロサンゼルスにもありましたし、ハワイにもあったし、山名さんたちもやってましたよね。で、そこに来るお客さんって、大体常連の人が多くて、なぜか来ちゃうんですよね。で、来て美味しいからいつも来るんですけども、何がそんなに美味しいのって言っても、何がって言えない。なんだかわからないけど、でもやっぱり来て食べたくなっちゃうっていう人がたくさんいましたね。Yeah, actually, it was Krishna, but they didn't know it. 本当はそれはクリシュナの力だったんだけど、彼らにはそれはわからなかった。1月末に、私のドイツに住んでるお友達が、うちに来たんです。帰国してたから。で、家族で。で、息子が4歳で、野菜なんか食べないって言って、で、白いご飯がないと泣いちゃう子だったんですね。でも、なんか私がスパイスカレーみたいなの作ったんです。野菜ばっかりの。で、それを作って、きっと食べないねって言いながら、この子の分はレトルトのカレーも一応買ってきてあるからって言って、一緒にご飯食べたら、3回おかわりしたんですよ。それで、お母さんがびっくりして、なんか、お肉も玉ねぎも使ってないのに、こんな食べるなんてって言って、で、一応レシピを教えて、でも心の中で捧げたからすごい美味しかったんだと思うけど、でも、レシピを教えたからドイツで、なんか毎週作ってるって言ってました、今、帰って。で、ドイツにイスコンってあるから、ぜひ行ってプラサーダムが食べられるからって言って、すごい紹介しときました。ベルリンなんであるって言って。So her friends came with a family at the end of January from Germany, and they had a four-year-old little boy, and he was like, he doesn't want to eat vegetables, he have white rice and very picky like that. And then, but she made some curry with just the vegetables, no meat, no onion, no garlic,
And then this little boy really liked this curry. And then he ate, three times he wanted to have so many curry. So, she wanted to say, well, that's because I offered to Krishna, but she didn't pay. And then she told her to, when you go back to Germany, there's a temple there, and then you can take prasadam there. So you should go visit. ありがとうございました。いっぱい喋ってすいません。いい話じゃない？ですね。エリちゃんは何かありませんか？なんか疑問でもいいし、プラサーダムの。ハレークリシュナ。久しぶりの参加で嬉しいです。いや、私もちょっと最近プラサーダムを捧げるっていうかなんか、もともとできてない感じなんですけど、お肉もお魚もなんか食べてまして、で、それ以外の入ってないものを捧げてるっていうのをしてたんですけど、なんかこれちゃうなと思い出して、で、なんかいろいろ山名さんの本とか見ながら作ってみるけど、なんか美味しくないし、家族全然食べてくれへんし、で、なんか、じゃあ違うので自分の勝手なレシピでと思いながら作っても美味しくなくて、なんかもうちょっと料理に最近、プラサーダムを作るということに、もうちょっとあんまり元気がなくなってる感じで、捧げようと思っても、ご飯お腹減ったって子供が言って、はい、食べよう。あ、捧げるの忘れたっていうこともよくあって、なんか、ちょっと、なんか皆さん美味しいプラサーダム作れていいな。いいなって思ってる感じです。でも、なんか今、まゆこさんの話とか皆さんのお話聞いて、やっぱりなんかそういうプラサーダム作れるようになりたいなって思いました。はい。She still eat meat and fish and stuff, but the things that doesn't have those, she was trying to offer. And then she started to cook some things, some without meat, and it wasn't very good. Whatever she cooked wasn't popular with her family, and it's just not coming out very good. So, and then she tried with Yamuna's recipe and all that stuff, and still not so good. So she wishes she can cook better. Where does she live? どこ住んでます？エリさん。奈良県です。奈良県。Yeah, sometimes a little personal, devotee cooking classes and things like that can help too. そうね、ディボティの料理教室とかあるとね、ヘルプになると思うけどね。I'm thinking of, Anandamurti or somebody like that. アナンダムーティさんがも上手にやってくれるんじゃない？そうです。ないの？日本では。クッキング、ズームでクッキングクラスとかないの？私、それは知らない。3月から山名さんのクッキングクラスが始まります。そうなの？すいません、LINE でしかご案内してなかったんですけど、山名さんのクッキングクラスと、マドさんのプラサーダムのお話っていう、クリシュナの愛を育てるクッキングクラスをやってほしいってお願いしました。また教えてください。So they're going to start the class from March, from Madhu-san and then Yamuna. Yeah, that's a great nice. idea. Yeah. Mahaguna gave a Japanese cooking class to Indian devotees. そう。インド人のディボーティーがね、やっぱり日本料理を作りたいと。それでお寿司とか、何作ったかな、ごまえとか教えましたね。そういうクラスがあるといいよね。And 2 weeks ago, Malati and her other girlfriends, they
They came here just to eat Japanese prasadam. そうそう。で、2週間前にね、マラティさんって知ってる？もうプラバパーダの本当に一番最初のディサイプルの人ね。で、彼女と、それからこっちにいるプラバパーダのディサイプルが何人か来て、1年に1度か2度はね、大日本食大会っていうのをやるんですよ。それで日本食料理して、やっぱり日本食ってベジタリアンにするの難しいと思うのね。大体はね、カツオとかいろいろ入ってるし、だしにもね。だから、そのディボーティーの日本食を作ります。Yeah, so that may devotees have learned over years what to use and how to, if you're just starting out trying to cook Japanese and you just you don't know how to make, the broth and things like that. 特に日本食ではね、まだ菜食始めて間もない人っていうのは、日本食で菜食になるのちょっとね、難しいかもしれない。で特にオニオンも使わない、ガーリックも使わない。っていうと、だからもう何年もやってる人で、その辺のところをちょっとね、もうちゃんと研究してできる人に教わるのが一番いいんじゃないですかね。だから山野さんのクラスだったらね、ぜひ参加してくださいね。その日本食のページのクラスをやってくれませんか？だから彼女やるんじゃない？山野さん。そうなんですか。多分山名さんはやむな飯だと思うので。そうね。ぜひマハグナさんのも参加したいです。お願いします。私にはほら、アメリカ的日本食だから、ね、日本人の人とちょっと違うんじゃない？これは企画していいんですか、マハグナさん。ダメ。マハグナさんのアメリカンなジャパニーズプラサーダム教室。Do they have the kind of broth in Japan? ほら、聞きたい人いますよ。皆さん拍手して。I don't know. You should tell them about that. 昆布だしとかあるよね。昆布だしのお醤油とかあるんじゃない？めんつゆみたいなので、昆布だけでできてるやつ。ああいうの使ったり。That's a big help. あれがあってね、ものすごく楽になった。日本にあるかどうか知らないけど、こっちにはあるんですよ、そういうのが。日本にもあります。じゃあそういうの使ったらすごい楽じゃない？日本の食事って。だしストックが一番難しかったね。長い間。でもあとね、結構ね。で、今ほら、アメリカではね、肉の代わりにビヨンドミートって知ってる？バーガーなんだけど、もう本当に肉よりも肉しいっていうやつがね、あるんですよ、今。で、それでバーガーとか、それからミートボールとか作った。それだったら肉を食べてる人でもわからないくらいの肉しさ。日本にもそのうち行くんじゃないですか？ビヨンドミートとかね、インポッシブルバーガーとかっていう名前で売ってるんだけどね。なんかチェーン店ですか？お店じゃなくってね、商品で売ってるのね。でも今だったら普通の日本で言ったらモスバーガーとか、あとどういうところ？ファーストフードのところね。そういうところでも売ってる。だからアメリカの方がやりやすいって言えばやりやすいかもしれないね。日本はほぼ外でもあんまり食べられないでしょ。レストランなんかでもね。Anyway, there's a few things you can learn from each other that would probably, help you cook in a way that your family might like. だから家族の人たちも美味しいって食べてくれるような料理ができるようにちょっといろんな人に聞いてね、勉強したらいいと思いますよ。一人で難しいかもしれないよね。何もないとこから始めるのはね。
すいません、もう一つ見つかりました。いいですか、お話。Right. 去年の12月、3ヶ月前に、オンラインのイベントでパッて入ってきた兵庫県の女性がいて、シングルマザーの。で、すごい明るいんで、その初対面でバガバットギーター大好きになっちゃって、次の日から早朝オンライン瞑想に入って毎日ギーターに触れているっていう方なんですけど、ちょうど1週間後に私大阪行きますって言って、1週間後にすぐリアルで会えて、でしかもアナンダムルティさんのお店で会ったんですよ。で、その時に、関西弁で、私多分過去世でスパイス盗んだかなんかで、インドカレー食べれんですよ、みたいな感じで、はははは、みたいな感じで、カレーを一切食べれない人だったんですよ。で、その時、1週間があった時も、カレーじゃないメニューをアナンダムルティさんが用意してくださって、で、子供と一緒に帰ってったんですけど、その後、毎月アナンダムルティさんの、ギータお話し会にサマで参加してて、次の月、カレー食べれるようになっちゃったんですよ。すごい、サマがきっかけでカレーが食べれるようになったっていうのは、そういえば、しかもこの3ヶ月で体験しました。Yeah, so there was a lady, she's in Hyogo, and then she just all of a sudden just came and joined the group, you know. And then a week later, somehow they met in Osaka at Anandamurti's restaurant, and she said, "Well, I can't eat curry. I don't like the curry. I won't eat the curry." So Anandamurti made something not curry for her. And then 3 months passed. Now she loves the curry. Yeah, that's nice. Yeah. So initially she came there for Bhagavad-Gita, not for prasadam. そうだから最初はバガバドギーターで来たけれども、そのうちプラサダムにハマったと。And now she got both. で今度はバガバドギーターもプラサダムも手に入れたということですね。じゃあ私も少しお話ししていいですか？お願いします。私もプラサーダムから入った人間なので、プラサーダムが好きで、やっぱ無料っていうのにも惹かれ、無料でオーストラリアでね、こんな本当にごちそうが出てくるんですね、お寺のプラサーダムって。こんなもう5種類、6種類、すごい種類のごちそうがわーって山盛り配られて、それをお坊さんが本当に嬉しそうに至福にあふれて、プラサーダムってこうバケツ一つずつに一人のお坊さんが一つずつ持ってこうずっと配り続けてるんですよね、ずっと。光景がやっぱり印象的だったし、もうすごいみたいな。もうすごい。で、それがそれはオーストラリアの体験なんですけど、ゴバルダンヒルっていうところで、ニューゴバルダンヒルで、そこのお寺にあるクリシュナのご神像とかジャガンナータとかに捧げてるんだなと思ったら、すごいなって感動してたわけですね。神様に直接捧げたご飯なんだって。で、感動してて、で、私はクリシュナファームのボランティアスタッフとして滞在してて、そのファームに、クリシュナファーム。で、もっとディボーティーの人のこと知りたいなと思って、こういう私たちみたいなファームのボランティアスタッフ用のご飯を作るお手伝いを申し出て、ディボーティーの方について、その人のお手伝いしたいですって申し出て、あるディボーティーの人のお手伝いで毎日キッチンのお手伝いを後半から始めたんですけど、その時にお寺のクリシュナ用のキッチンを見てたんです。すごい素晴らしい、本当に綺麗なアパートの一角みたいな広い素晴らしいキッチンで、すごいピカピカの包丁とかお鍋で料理してるのを見てて、もう素晴らしい、すごい、あれがクリシュナ用のキッチンなんだ。で、私たちボランティア用スタッフのキッチンは本当に馬小屋は言い過ぎだけど、
掘ったて、なんですか、本当に、掘ったて小屋のような小屋で、手作り感ある場所で、ちょっとボロいキッチンで料理してたんですね。で、あ、ここで料理してるんだって。で、外だったし、実際、私たちも着るところとか、外で毎日料理して、で、さあ、捧げるの見たいと思って、ワクワクして見に行ったら、見るか捧げるとこって言って、見たいですって見に行ったら、すごい、ボロボロの祭壇で、しかも写真、クリシュナの大きなポスターだったけど、なんかボロボロだったんですね、切れ端が。切れてるようなボロボロのポスターにボロボロの台で捧げてるのを見て、あ、私たちのプラサーダもここで捧げられてたんだっていう、なんだろう、私ずっとご神像に捧げてるものを食べてたと思ったから、その最初の何も知らない私から見るとそれがちょっと衝撃だったんですね。あ、ご神像じゃなかったんですねみたいな、ちょっとショックを受けてて、それを見たディボーチの方がなんか申し訳なさそうに、ごめんね、ここでみたいな。でもね、これもプラスアダムになるんだよ、すごいだろうっていうのをなんか励ますように言ってくださって、その時はショックだったけど、でも後になると、写真でもポスターでも、バクティがあればプラスアダムになるんだみたいなっていうのを思った出来事です。でも実際私たちはそこのご飯を毎食食べて、本当に美味しい美味しいって食べてたし、それもきっと糧になってるんだなって思いました。以上です。So when she was in a farm in Australia, she used to cook for devotees, not for the deities. But when she first ate, on the Sunday feast plate, and she was really impressed because there was so much nice prasadam, and then she felt like, oh, all this food is offered to these deities, and then we are eating this. She was very impressed. So she volunteered herself to cook for the devotees, and then but where they cook for the devotees is different from the deity kitchen. And it was like very rustic, and it's hardly a house, they cut vegetables and stuff outside. And then one of the devotees said, do you want to see how we offer food, So she said, yeah, I want to see. And she was still expecting that food is going to be offered to the deities, but they actually had the print of Krishna, the poster of Krishna. And it wasn't even a nice one. They were kind of old, and and they were offering it, and that the altar wasn't very, very gorgeous or anything. And then they, so she was a little bit disappointed. But when you look back, I said, well, actually, whatever one of the devotees says, even if you offer to the pastor or the pictures, this will become prasadam. And then but she was a little bit hurt in herself. But then later on, she thought, well, whatever we offer with love and gratitude to Krishna, it will become prasadam. And then, in fact, whatever they offered to the pastor was very yummy, and then she really enjoyed. So that was her experience in Australia farm. That's so nice. It reminds me a little bit of a different experience, but the idea that, that you can offer your food to Krishna anywhere under any circumstances if you have devotion. だからそのクリシュナへの愛があったならばね、どんな状況であってもそのクリシュナに食べ物を捧げることができるっていうことをちょっとね思い出しましたね。And so when I joined in the Tokyo temple, and I lived there for about 3 or 4 months, and then I went to San Francisco. で彼はその日本でこの運動に参加して3、4ヶ月その日本のお寺に住んでたんですね。でその後にサンフランシスコのお寺に行きました。And when I arrived there, they had just moved from their original temple to a new temple, which was a mortuary. それでそのちょうどね彼が行った時には最初にあったテンプルから新しいテンプルに移ったところでね、その新しいテンプルの建物は、
葬儀屋の建物だったんですね。So we had to remodel it. だからその建物を全部リモデルしなきゃいけなかった。Yeah, so there was no temple room. だからテンプルルームもなかったんですね。 But the original ISKCON deities of Jagannath was there. でもそこのお寺にはそのイスコンのオリジナルのジャガナタのご神像があったんですね。But at the same time, they were just preparing to have the Rath Yatra. で、そこでサンフランシスコですからね、ラティアトラのお祭りもありますから、そのお祭りの準備もしなきゃいけなかった。But in those days, they didn't have prefabricated Rath Yatra carts. They built everything new from scratch. で、その頃のそのラティアトラ、アメリカなんかはね、もうすでに作られたそのラティアトラの出汁があって、それを組み立てて、パッとこう、パレードをやればいいんですけど、昔はそういうのがなかったから、自分たちでその出汁を作らなきゃいけなかったんですね。And so Jayananda was in charge of, building the Rath で Yatra その cart. 出汁を作る、出汁って山の車って書く出汁ね。出汁を作るために、ジャヤナンダさんっていう人がね、そのメインの人になって、それを作ったわけです。So he took about 5 brahmacharis with him. で、それを作るために、5人ぐらいね、ブラマチャーリを連れて作りに行ったんですね。And we didn't live in the temple. We lived in the parking lot where we were building the cart next to Golden Gate Park. で、そのゴールデンゲートパークで、そのパレードをやるんですけれどもね、そこのパーキング場でみんな寝起きをして車を作ったわけです。テンプルに寝泊まりしなかったのね。In those days, that was before the days of book distribution, and the devotees were very poor. で、その頃はまだ本配りもしてなかったし、誰もどこでもしてなかったから、ディボーティーとっても貧しかったんですね。And so anyway, Jayananda would go out like around lunchtime, and he would go to all the different bars. で、ジャヤナンダさんはそのお昼頃出かけてって、その近所のね、いろんなバーに行くんですね。And he would collect money for prasadam and for building the cart. そしてそのバーの人たちからお金を寄付してもらって、そのプサダムのお金と、それからその出汁を作るね、お金をこう寄付してもらって歩いてました。And then he would buy the groceries. それでその材料を買って、And of course, we couldn't cook. でね、外ですから料理できないですよね。So he would bring everything and put it in a pile. And then he'd have a picture of Prabhupada. And then he'd chant his Gayatri mantra and offer the prasad. で、その料理で、just all the ingredients? Yeah, everything is in the bag, right? Right. And then with a picture, How would you eat the prasadam? we'd take it out of the packages and eat it. But he would leave it in there in the bag. But those are like vegetables and rice and different things, Oh, right? it was the yogurt and things that we could I just see. eat. Yeah. I see. そうすると、その買ってきた材料をね、全部袋の中に入れて、そしてプラバパートの写真を置いて、そしてそこでお祈りをし He て、 chanted his Gayatri で、 mantra. ガヤトリマントラをそこでやって、 And then そう we やっ take て percent. 捧げたんですね。で、その、材料って言っても、ヨーグルトとかね、ミルクとかすぐ食べられる果物とかね、すぐ食べられるようなものね。で、それがプサーダムになって、そこのみんなでそれを食べたと。We lived like that for 3 months. そうやって3ヶ月も過ごしたそうです。So it was very simple, but it was prasadam. でもそうやって非常にシンプルだったんですけどね。でもプサーダムだったんですね。 Because it was offered with love, それは愛を持ってクリシュナにちゃんと捧げたものだったから。 even though the circumstances were, その状況っていうのはね、その素晴らしいものではなかったかもしれないけどね。I think you should do your finale. Beautiful. Which one? The one that Prabhupada see the devotees in Shibuya. Well, they've all heard that story. そう、聞いたっけ？聞いたことある？もう一度お願いします。ぜひ聞きたいです。All right. Well, my first prasadam was
was a John Mastami feast at the Shibuya う Temple. んで私がその一番最初にプラサーダムを食べたのは、東京の渋谷のお寺でジャンマストミのお祭りがあった時ですね。So I met the devotees on Sankirtan, and then I went back with them. でその日の昼間にね、ディボーティーに初めて会って、でじゃあ今日はお祭りだからいらっしゃいいらっしゃいって言われて、一緒にテンプルに帰ってきたんですね。And so they told me I would be able to meet Prabhupada. で、その自分のたちの先生であるプラバパートも来ますからっていうことでね。And they didn't even call him Prabhupada then. It was Swamiji. その時、プラバパートとも呼んでなかった、スワミジっていうふうに呼んでたらしいです。And the feast was cooked by Kirtananda, who was trained by Prabhupada how to cook. そして、そのキュータナナンダさんっていう人、キュータナナンダスワミだったね、あの時はね。スワミがね、プラバパートが料理の仕方を教えた人なんですけれども、彼がそのごちそうを作ってくれた。そういうごちそうだったんですね。So I was excited, that I'd be able to meet Prabhupada. I didn't know anything. で、私はもう何も分からなかったけれども、その偉い先生に会えるっていうことがとってもね、それに興奮してました。And I was also excited to eat vegetarian food because I wanted to be vegetarian, but I didn't know how to do it. それから自分はベジタリアンになりたかったけれども、どうやってなっていいか分からなかった。でもそこに行ったらベジタリアンの食べ物があるって聞いて、それもとっても期待してきました。So we had a wonderful feast. で素晴らしいそのプラサーダムのごちそうが出て、I especially remember the samosas 特にサモサが美味しかった。and sweet rice. スイートライスとサモサが。And they always made tomato chutney with the little tiny samosas. でサモサはとってもこう小さくてね、トマトチャツネと一緒にね、いつも作ってましたね。It's different than the devotees make now. で今ディボーティーたちが作るのとちょっと違った感じだった。But we'll talk about that some other time. まあそれはまた別の時に話しますけど。But anyway, no one explained to me at that time what prasadam was, so I didn't understand the significance of it. だから誰もそのプラサーダムが一体どういうものかということかね、そういうことは誰も説明してくれなかったから、何も分からずにそういうものを食べたんですけど。But I just felt like I just eat the most wonderful food that I've ever eaten. でももう今まで食べたうちで一番おいしいご飯食べたっていうふうに感じました。So the next morning we woke up, I stayed overnight. で、そこに一晩泊まらせてもらって、で、次の日にね、朝目覚めましたね。And Prabhupada came で、プラバパートがその日に来ました。 for the Vyas Puja. でそれがビアサプージャの日ですよ And ね。 that was the first Vyas Puja in ISKCON. で、それがイスコンにおける最初のビアサプージャの日だったんですね。 The devotees had never done that で、ディボ before. ーティーはその前にビアサプージャやったことなかった。 And Prabhupada was just introducing it. で、プラバパートがそのビアサプージャっていうのはどういうものかということを紹介してたんですね。 But nobody knew what to do. でも誰もどうやってやるのか全然わからなかった。 And it was a failure. でもう大失敗。 So Prabhupada left the temple and all the devotees were crying. And それでうまくできなかったから、ディボーティーは、じゃない、プラバパートはもうテンプルから出てっちゃったんですね。それでディボーティーはみんなそこで泣き出して。And then, all the devotees were depressed. でみんなもうがっかりしてね、落胆してたんですね。 And I didn't know what was going で on. 私はもう一体何が起こってるか全然わからなかった。I was very excited to meet Prabhupada and I was in bliss. And then the next thing I knew, everyone was で私 crying. はそのプラバパートに会えたということでものすごい高揚してたのに、次の瞬間になったらみんなそこで泣いてる。一体何が起こったか自分には全然わからない。 Anyway, a couple of hours later, Sudama, I got a phone call. で、大体2時間ぐらい後で、その須田間さんっていうディボーティーがその電話を受けました。And then the next day, Prabhupada came back and he gave him a second chance and they did the Vyas Puja celebration properly. そしてそのプラバパートが、じゃあ次の日にね、ビアサプージャをするからちゃんとやりなさいと。で、みんなその次の日にちゃんとやったわけですね。 And after that, they had a big feast. で、その後でやっぱり大ごちそうが出たわけです Yeah, ね。 very delicious prasadam again. 非常に美味しいプラサーダムね。 So anyway, the Tokyo temple was a traditional small Japanese one-story house. でその時のその渋谷のお寺っていうのは、
平屋のね、もう小さい日本式家屋だったんですね。Yeah, so I don't know if you can picture this, my description, but just give it a try. ちょっとそれを頭の中に浮かべることができるかどうか分かりませんけど、やってみますね。There's a genkan で、まず玄関があった。 and a hallway, で、廊下があった。 and on the right side was a prasadam room. で、右側にプサダムの部屋があった。Yeah, it was about 10 tatamis. 10畳ぐらいだったね。And you go down the hall. で、そこのまた廊下を歩くと、 On the left side is a bathroom, and then 左側にお手洗いと and then a kitchen. キッチンがあった。 And on the right で、 side 右側に is a temple room. テンプルルームがあった。 That's also about 10 tatamis. それも10畳ぐらいのお部屋でした And ね。 then at the very end of the hall is a 2 or 3 tatami mat room. で、その廊下の一番突き当たりのところに2畳か3畳の部屋があった。 Yeah, so Prabhupada was staying in that room. で、そこにプラバパードが寝泊まりしてくださってたん And で the すね。 devotees were in the prasadam room eating. で、ディボーティーたちはそのプサダムのお部屋で食べてたんですね。美味しいプサダムを。 Yeah, enjoying like crazy. 非常に喜んでも楽しんで食べてました。 And then I had eaten, so I was sitting in the temple room looking at the Jagannath, little tiny Jagannath deities and chanting. で、そこのお寺にはね、小さいジャガナタのディーティが設置されてて、で、私はもう食べ終わったから、そこのテンプルルームでジャガナタを見ながらチャンティングをしてたんですね。 And I saw Prabhupada walk by towards the prasadam そ room. したら、ちょうどプラバパートがそのお部屋から出て、プラサダムの部屋の方に歩いていくのが見えた。 But he was like peeking in the door, looking at the devotees taking prasadam. でも、プラバパートはそのプラサダムのお部屋をちょっとこう覗いてね、ディボーティーたちがプラサダムを食べてるのをこう覗き見してたんです And I ね。 saw him smiling で、そこでプラバパートニコニコ笑ってそうやって見てました。 and a little tear coming. で、ニコニコ笑いながら、ちょっとこう涙が、目がね、うるうるとしてる。 And then he walked back to his room. で、その状況を見ましたね。で、そしてプラバパートは自分の部屋に帰ってった。 So at the time, I just remember it, but I didn't understand what was going on. で、その時にはね、そういうことが起こったっていうことは覚えてましたけれども、一体何がどうなってるのかってことは全くわからなかった。 Yeah. So, a week after that, Prabhupada left Japan and he went to India with his his senior disciples. で、その1週間後に、そのプラバパートはその先輩のディボーティーたちと一緒にインドに帰ったんですね。 And so I stayed at the Tokyo temple. Yeah, I that's quit right. my job and moved in the で、 temple. 私はもう仕事も辞めて、その東京のお寺に住み込みになりました。 And I was, learning how to become a devotee. で、そこでディボーティーになる術をね、学んでたんですね。 So we didn't have a songbook then. で、その時にはソングブックもなかったね。 And so we had to learn the main prayers by listening to a record that Prabhupada had made. だからいろいろなそのお祈りの歌とかはね、プラバパートが作ったそのテープレコーダーのテープを聞きな No, が it ら、 wasn't a tape recorder. It was a record. レコー There ド wasn't a tape recorder あ yet. テープレコーダーもその時じゃなかった。レコードを聞きながら覚えた。 Yeah, George Harrison helped the devotees make a record of Samsara Dava and, the ゴビンダム Govinda Maripurusham. でジョージ・ハリスンがそのビートルズのね、ジョージ・ハリスンがそのいろいろな歌をね、そのレコードに吹き込んでくれたんですね。 And so I was learning the prayers to the spiritual master. で、その時にそのスピリチュアルマスターへの祈りの歌を勉強してました。 And then looking at a piece of paper with the meanings written out by Sudama. で、その脇にその歌の意味が英語でちゃんと書いてあるね、須玉さんが書いてくれたその紙を見ながらね、勉強してたんですね。 So in one of those, there's 8 prayers, right? で、それ8個のね、8節の節がありますよね。 So the 4th prayer talks about prasadam. で、その4番目の節のところにね、そのプラサーダムのことが書いてあるんですね。 And so when I was reading that prayer, I remembered
what I experienced with Prabhupada watching the devotees take prasadam. で、そのお祈りの説を読んだときにね、そのプラバパトが、そのディボティたちがね、プラサダムを食べて、このちょっと覗き見してたプラバパトの姿を思い出しました。Right, so the fourth prayer goes like this. で、4番目のお祈りの言葉は、Chaturveda Shri Bhagavad Prasada Swadhana Triptin Hari Bhakta Sangam Kirtaiva Triptin Bhajato Sadaiva Vande Guru Shri Charanara Vrindam. The spiritual master is always offering Krishna 4 kinds of delicious food. スピリチュアルマスターはクリシュナに4種類のおいしいその食べ物を捧げます。When the spiritual master sees that the devotees are satisfied by eating Bhagavad Prasadam, he is satisfied. で、スピリチュアルマスターがディボーティたちがそのバガバットプラサダムを食べているのを見ると、スピリチュアルマスターも満足してくださいます。I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual 私は master. 私の尊敬の礼をスピリチュアルマスターの霊言の御足に捧げます。So that was the first time I began to really understand a little bit about the meaning of prasadam. で、その時に初めてね、そのプラサダムというのはどういう意味かということを初めて少しだけね、分かった瞬間でした。And how much it is a part of, an essential part of bhakti yoga. そしてそれがいかにこのバクティヨガにおけるその大切な役割を果たしているかっていうこともね、その時に分かったんですね。Yeah, it's even mentioned in the prayers to the spiritual master. で、そうやってスピリチュアルマスターへのお祈りの言葉の中にもそうやって書かれているわけですから。I also remember how at that time, devotees were very careful about leftover prasadam. で、その頃はね、ディボーティっていうのはそのプラサダムの残り物っていうのはとっても気を使ってたんですね。Not only food, but flowers, incense, everything that's been offered to Krishna. だからその食べ物だけじゃなくてね、お花とか、それからお線香とか全部捧げるものね、クリスチャンに捧げたもののその残ったものっていうのをとっても大切にしてたんですね。Yeah, so we actually separated it from the regular garbage. だからそれ普通にそのゴミ箱には入れない。And technically, it could either be burned or buried or put into a river. 本来はね、そのプラサダムっていうのは海に流すか、川に流すか、あるいは燃やすかしなきゃいけないものなんですね。But it has to be treated with respect and care. だからそういうふうにね、非常に注意深く敬意を払ってそういうものをちゃんとね、片付けなきゃいけない。Anyway, I could go on and on. That's my favorite. I would say that's my favorite story, though. それはでも私にしたらそれは一番私の好きなお話です。私もそうですね。一番好きなお話。だから言いました。ありがとうございました。I need to go to the bathroom. Okay. ありがとうございます。ありがとうございます。チャトゥルビーダーシュリーの歌そのままのワンダフルストーリーありがとうございます。もう聞きましたでしょ。何回もかもしれない。あ、でもそんなにたくさんは聞いてないですけど。このチャトゥルビダーシュリーのね、4種類の食べ物がありますよね。4 different type food。Yeah. その一つのスっていうのが書かれてたと思うんですけど。So the 4 types of food are this. Well, that which is, well, I should do it properly. Hold on one second.
少々お待ちください。Remember, in India, everyone's eating with their hands, right? で、インドではね、みんな手で食べますよね。So that which is licked, だからまずその舐めるもの、kind of like that which is chewed, それから噛めるもの、that which is drunk, 飲めるもの、 and that which is sucked. そして吸い込めるもの。Like sometimes eating fruits, you're kind of sucking it. 例えばフルーツでもね、こうチュッチュッって吸えるフルーツがあるじゃないですか。So those are the 4 kinds of foods that are offered to そ Krishna. れがクリスチャンに捧げるその4つの種類のね、ものですね。And of course, in the Chaitanya Charitamrita, there's so many stories of the devotees eating prasadam and what Lord Chaitanya's favorite prasadam was. And そうチェイタニアチャルタメディの中にはね、もうそのプラサーダムの話がいっぱい出てきてね、チェイタニア神の一番好きなものは何だったとかね。Prabhupada, he's famous as a child. His childhood nickname was Kichori Mukhi. カチョリ。Kachori Mukhi. プラバパードの小さい頃のあだ名はね、カチョリムキっていうあだ名だったんですね。Kachori face. カチョリの顔、カチョリ顔っていうか。Because he liked kachoris. っていうのはカチョリ大好きだったから。Lord Chaitanya, he liked spinach. チェイタニア神はね、スピニッチ、ほうれん草が大好きでしたね。So depending on how you cook spinach, it might be chewed or it might be sucked or it might be licked. そう、ほうれん草っていうのは、その料理の仕方によってね、噛んで食べるように料理することもできるし、こうちょっと吸うように料理することもできるし、舐めて食べることもできるように料理することもできるよね。いや、ずっとこの吸ったりする食べ物って何だろうと思ってました。吸う食べ物って結構あるんじゃない？そっか。フルーツのね、ああいうのとかだったんですね。I'm thinking like persimmon, kaki. 柿もそうかな。柔らかい柿だったら吸って食べるかもしれないよね。A lot of fruits like that in India. まあ、インドにはそういうフルーツがいっぱいあるのかもしれないですね。カチョーリってどんなご飯ですか？カチョーリ。It's like a puri with a bean paste inside. カチョーリってね、プリみたいなもんだけど、中に今はね、ポテトとかたくさんカレー粉でその炒めたポテトみたいなの中に入れて、でそれを揚げる。で、そうするとこう膨らむんですよね。揚げパンみたいな感じ、ちょっと。でも昔っていうか、プラバパートが食べてた頃は、中にね、ダルの豆の炒めたやつを入れる。そうするとちょっとね、肉みたいな味になるのね。それとスパイスと混ぜて。それがカチョリですね。カチョリ私も大好き。美味しそうですね。美味しかったですね。あんまり食べてないけど。お腹空いたけん。お腹空いてきた。そう、もう夕飯の時間ですから。ありがとうございました。昔は日本でね、シュリチャラナムとナガナタナさん、あの人たちはベンダーベンでそのインドの料理を勉強して来た人でしょ。いろいろね、教えてくれたのね。そのカチョリなんかもシュリチャラナム上手だったね。Nagana Tana is a really good cook too. いや、でもナガナタナはあんこのサモサを作りました。面白かったね。OK。
Okay, so we can always talk about prasadam again. We could go on and on, right? プラサーダムの話はね、もう尽きないから、 So どんどん話せちゃいますけど。if you have any more experiences or some experience comes to your mind, we can have another prasadam session. だからもっとね、話したいことがあったら、プラサーダムについてね、あるいはなんか思い出したりしたらね、またこういう談義があってもいいですね。Or some other topic too, we could also do sometime. プラサーダムだけじゃなくて、他のトピックでもいいですけどね。But for next time, let's look at, I think we're on Bhagavad-Gita 3:15. でも次、ハリモハンさんがずっと挙手されてますよ。んハリモハンマたちが手挙げてます、ずっと。Oh, すいません。どうぞ。Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna Guru Maharaj. Dandavat Pranam. はい、 Yeah, I just hands up so that I could share my experience a little bit, but I think it's like time is over now. So, is it okay or it's, there is no? Yeah, everyone's saying yes. Hare Krishna. Okay, yeah. Actually, yeah, I wanted to share my experience regarding my cooking class in Japan. My husband was like very much resistant. Like he was saying that we stay in the place where no one comes, no one visits much. It's like very village side place where we used to live earlier in Unga. So, so my husband was telling that regarding when I was thinking to start the cooking class, my husband was telling that if you start, you don't eat meat or you don't eat onion, garlic or anything. No one will come to you, and your class will not work. So I said to him that I don't know, maybe you are correct or maybe, but I have full faith on Krishna and I know that people will come. So my husband said, okay, you try, because many people, everyone used to go in Tokyo only. No one used to come at this side. And actually, whoever started here, they used to close the classes because no one used to come there. But when I started, like my first class, four members came, and they ate prasadam, and I told something about prasadam, like about Krishna and something, and they were interested, and like that I was getting reviews and everything, and I was, so many people were coming, and I was like giving prasadam to them, and ultimately I think many 5-6 people went to the temple program also. And I think one is so much interested into Krishna consciousness that she reads books, like Krishna books every time, and she started offering food also to Jagannath, Baldev, Subhadra, Maya. So yeah, not all food, but yeah, whatever she cooks or whatever she can offer it. So yeah, I was thinking that how much powerful the prasadam is. So, and my husband was shocked that how come so many people are coming and eating. So yeah, I really wanted to share this. Oh, great story. Yes. Yeah. ハリモハンさん、とっても料理が上手な人でね、料理のクラスをやろうと思って、料理のね。そしたら旦那さんがそんなね、オニオンも使って、このクラスに誰も来ないよって言ったんですって。でも彼女はどうしてもやりたくて、やったら、最初はね、2、3人しか来なかった。でも、なんかみんな、その来た人に対して彼女はそのプラサーダムのこととか、クリシュナのこととかちょっと話したらしいんですよね。で、そして、でもその来た人とっても喜んで、次の会になったらまたそのお友達とかを連れてまたもっとたくさんの人が来てくれた。でその中でも5、6人の人は多分テンプルにも行ったと思いますね。でその中の一人はとってもやっぱりクリシュナ意識に興味を持ってで一緒にその本を読んだりねして
言ったと。だからそういう意味で、そのプラサーダムの力っていうのはすごいなと思いましたって言いましたね。I see Yamuna has joined us. 山村さんいっぱいあるんじゃないの？ようこそ。どうも、なんか今気がついちゃって、アナンガちゃんが招待してくれたんですけど、すいません、やっと入ってきました。どういうお話になってるのか知らないけど、プラサーダのお話だっていうので、聞いてみようと思って入ってみました。わからない。何を言っていいのか。すいません。サッチャデーバプラブーは、中野にお寺があったときに、いつもゴービンダズのお寺、レストランに来て、パコーラ丼、玄米のパコーラ丼を食べてくれていました。大好物でした。Guru Maharaj is the favorite thing in Govinda's restaurant was pakora don. 毎日食べた。Every day he go there and he And I eats. never became bored. でもう全然飽きることなかった。そうです。小さいお店でしたけど、いろんなマハラージが来てくださって、ご飯食べてくださいました。はい。なので、みんなお客さんは言ってなかったけど、プラサーだってことは。でも、なんかこれ食べたら、なんか浄化される気がするっていうような人がいたり、スタッフの子たちは、結構摂食障害の子が意外に多かったりしたんですけど、自然にこう、良くなってきたり、食べれるようになってきたりしたっていうこともありました。不思議ですね。Her restaurant is very small, but many swamis and many, senior disciples of Prabhupada had come to eat. And then even the customers who come there all the time, they feel like after eating this, I feel like somehow I get purified, And then also the staff members who worked there had some problem with the eating. But as they worked there, it's like naturally they are healed from the eating disorder. So the power of prasadam was so amazing. あと、もう20年、だいぶ前によく新宿のホームレスの方にプラサーダ配ってましたけど、その、地下でね、今はもう家はないですけど、家っていうかそこに段ボールの小屋はもうないですけど、そこでもすごい大勢の人たちが来てくれて、プラサーダも喜んでハレークリシナと唱えて食べてくれてましたけど、あるお正月にサビがまだ小学校5年生ぐらいの時に行ったら、そこのおじさんがお年玉をサビにくれました。プラサーダの話ではないけど、でもプラサーダも食べてくれてた人でした。はい。So they used to do the prasadam distribution at the beneath of the Shinjuku station To the homeless people, and then they always have to say Hare Krishna and then eat prasadam, right? And then when her daughter was younger, they went down there, and then one of the homeless people gave her daughter some money for the New Year's. So they become very respectful and very liking of the devotees from the prasadam. で、やっぱり小学生でしたけど、その時サビの友達が全然クリシュナ意識とか知らないし、そんななんていうのかな、そういう意味じゃなくて、ただこうボランティア、そのプラサーダムもホームレスの人にあげるっていうので、必ずついてきて、お友達が一緒に配ってくれたっていうこともあったし、やっぱインドでも大勢のヨガの先生と生徒さんたちをみんなで連れて行ってツアーをしたときに、やっぱりなんていうとこだっけ、あそこ、シャンティプールでプラサーダム配りをいつもするんですけど、その時がもう一番みんなエキサイトして連れて行った子たちが、もうみんなにプラサーダを配るっていう、味を占めて、もうすごく楽しさ、本当に
行った中で一番楽しそうでしたね。で、子供たち、その土地の子供たちも喜んでくれて、一緒にみんなでキルタン、輪になってキルタンしたりした、そういう思い出があるので、やっぱプラサーダムはそういう、全然こうクリシュナ意識とかそういうのじゃない人たちをつなぐ、すごいパワーがあるものだなと思います。So when her daughter was little, her friends also came to prasadam distribution to the homeless, and then she would come every time. You know, she liked to give the prasadam. And also, they used to go to have a tour in India with the yoga teachers. You know, they're not really into Krishna consciousness, but they will have a tour, and then they'll go to Shantipura and then have the prasadam distribution. And that was the highlight of the tour. The people who give the prasadam love giving prasadam. Of course, the people who receive it it's really satisfied and enjoying it also. So even just to give this mercy at the prasadam to the people is such a strong, you know, giving the mercy. Yeah, better to give than receive. そう、配るのとっても楽しかったよね。もらうよりも楽しいくらいね。うん、私もシャンティプラだったかな。船で行ったでしょ、We went to a few places. うん。いくつか行きましたけどね、マヤプールに行った時に、その船で持って、プサードも配りに行ったね。私も私のツアーのハイライトね。とっても楽しかった。And the prasadam have the power to like unknowingly maybe they're giving a prasadam, but they have a power to connect people and then everybody become happy and satisfied. Person who gives and person who receives. It's amazing. Yes, chanting, dancing, and eating. That's our life. そう。チャンティングして、踊って、食べる。それが私たちのね、生活ですよね。ハリボー。Yamuna, thanks for joining us and sharing. 山田さん、ありがとう。ありがとうございます。こちらこそもっと早く気がつけばよかったんですけど、でもありがとうございます。そろそろね。そうね。そう、お腹空きましたから。So next class will be on. じゃあ次は3章の15節ですかね。So that will be on the 8th. 3月8日。15ですね。日本時間。14です、アメリカは。そう。OK。いいですか？ Yeah, 3月15日。3月15日。はい。And it will be Bhagavad-Gita 3:15. バガバッドギータ3章の15節ですね。はい。3章15節の3月15日。はい、そう。3:15 on 3:15。すごい。山田さんもよかったら来てください。そうね。はい、ぜひ参加させてください。ありがとうございます。いつでも参加してください。はい、嬉しいです。No pressure. 頭バーだから。Okay. すみません、マンジャリちゃん、グループに山田さんの食べる教室とかお知らせシェアしてもらってもいいですか？誰が来てもいいんだったら。はい。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチャデバプラブキー、ジャーイ。ジャイ。マハグナさん、キー、ジャーイ。シュリーラプラパーデキー、ジャーイ。ジャイ。バクティブリンデキー、ジャーイ。ジャイ。ハリクリシナ。ハリクリシナ。
ハレクリスナー。気をつけてね。